今回はまたダイソーさんのバッグ底板と浜中さんのエコアンダリアを使用します。まずこちらダイソーさんのバッグ底板、サイズが 17.8 センチ ×8 センチ、こちらの楕円の方を使います。糸の方は浜中さんのエコアンダリアですね。色番が59番ですね。04-100%、40g、約80メートル。使用かぎ針は5号から7号になっています。こちらはまた入っていたこの透明の袋に入れたまま、内側の方から糸を取って編んでいきます。かぎ針は7号を使用します。今回の模様は6目が1模様で、底板の1周を6の倍数の84目にして編んでいきます。こういった底板を使わずに円底や楕円底で編まれる方は、最終段の1周が6の倍数になるように編まれたら大丈夫です。6目スタートの円を編む場合でしたら、何段目でも6の倍数になりますけども、今回と同じ84目は14段目が1周84目になります。お好みの大きさで編んでみてください。この穴が少しくぼんでいる方を表の面にして、バッグのここの外側に来る方を表にして編んでいきます。穴は40個あって、1つの穴に2つずつ細編みを編んで、この印をつけている角のあたりは細編みを3つ編んでいきます。では表の面のここの横の真ん中の穴から始めていこうと思います。真ん中に針を入れて、向こう側で糸をかけてこちらに持ってきます。で、鎖を1つ。で、同じ穴に針を入れて、細編みを2つ編んでいきます。こちらにできて、ここの縁のところまでしっかり糸を引き出したら、細編み。ここは1つ目なので、頭にマーカーを入れておきます。で、同じ穴に針を入れて、糸端を針の上に置いて、糸端を編みくるみながら、2つ目の細編み。隣の穴に針を入れて、針の上に糸端を置いて編みくるみながら、1個目、2個目、次の穴に針を入れて、糸端を編みくるみながら、1個目、2個目。次は印のところですね。ここは細編みを3つ編んでいきます。ここは3つですね。1つ、2つ、3つ。そしたら次からはまたしばらく1つの穴に2つずつですね。1つ、2つ。こんな感じで、ここの辺は1つにつき2つずつで、ここの角のところは細編みを3つ編んでいきます。
では一周編んできました。そしたらこのマーカーのところですね。一番初めの細編みの頭に針を入れて引き抜きます。ではこのまま編んでもいいんですけども、今回もまたここに一周引き抜き編みをして、ここの穴をもう少し埋めていこうと思います。この針にかかっているループを少し長めに引き出して、すぐ下の穴ですね。ここの真ん中のところ、ここを向こうに針を入れて、で、このループを向こうでかけて、こちらに、よいしょ、持ってきます。そしたらすぐ横ですね。横の穴に針を入れて、裏で糸をかけて、こちらに持ってきて、引き抜き編み、糸を少し伸ばして、次の穴に針を入れて、糸をかけて、で、こちらに持ってきて、引き抜き編み。こんな感じでぐるっと一周引き抜き編みを編んでいきます。では引き抜き編みを一周編んで、一番初めのところに戻ってきました。そしたら針にかかっているこのループを少し引き伸ばして、で、一番初めの細編みですね。細編みの頭の向こうからこちらに針を出して、で、このループをかけて、で、向こうに引き出します。こんな感じですね。そして一度糸を引き抜いておきます。ではここから1段目になります。立ち上がりの鎖編みを1つ編んだら、一番初めの細編みの頭、すぐ足元ですね。ここに針を入れて、細編み、次の細編みの頭に針を入れて、細編み。こんな感じで、一つの目に一つずつ細編みを編んでいきます。では細編みをぐるっと一周編んできました。では一番初めの細編みの頭に針を入れて引き抜きます。そしたらあと2段ほど細編みを編んでいきます。立ち上がりを1つ編んだら、またすぐ足元ですね。ここから始めていきます。1つの目に1つずつ細編みを編んでいきます。では細編みを3段編んできました。次4段目からは模様編みを編んでいきます。では水色の4段目のところを編んでいきます。編み始めはここなので、4段目もここから編んでいきます。この真ん中からこちら側から編んでいきます。で、まずここが中長編み2目の玉編みを1つ編んだら、鎖を2つ編んで、中長編み2目の玉編み。そしたら下の細編みを1、2、2つ飛ばした3つ目のところに鎖、細編み、鎖と編んでいきます。で、下をまた2目飛ばして3つ目のところに、今度は中長編み2目の玉編みを1、2、3、4、4つ編んで、その間には鎖を2目ずつ編んでいきます。で、また下を1、2、細編みを2つ飛ばしたら、次のところに鎖、細編み、鎖という感じでずっと輪にして編んでいきます。最後のところは、この鎖、細編み、鎖を編んだ後、ちょうど2つ残ってますので、ここの一番初めに編んだところに、この玉編み
を2つ編んで、で、その間に鎖を2つ編んだら、ここのところは鎖を編んで、ここのところに細編みを1つ編んで終わります。では4段目を編んでいきます。中長編みなので鎖を2つ立ち上げると思うんですけども、今回は鎖2目分ぐらいこのループを引き伸ばします。で、ここから編んでいきます。針に糸をかけて足元ですね。一番初めの細編みの頭に針を入れて糸を持ってきて、未完成の中長編みですね。また針に糸をかけて同じところに針を入れて糸を持ってきて、また未完成の中長編みですね。で、この針にかかっている糸を一気に引き抜いて玉編みですね。そしたら鎖を1、2、2つ編みます。そしたらまたこの同じところに中長編み2目の玉編みを編んでいきます。針に糸をかけて同じところに針を入れて1回で、また針に糸をかけて同じところに針を入れて2回目で、この針にかかっている糸を全部一度に引き抜いて中長編み2目の玉編みですね。そしたら鎖を1つ編んで下の細編みを1、2、2つ飛ばした3つ目のところですね。この頭をすくって、ここに細編み。で、鎖を1つ編んだら、また細編みを1、2、2つ飛ばした3つ目ですね。ここの細編みの頭を拾って、今度は、中長編み2目の玉編みを4つ編んでいきます。間に鎖を2つずつ入れていきますね。針に糸をかけて、ここですね。1回、2回。で、これで一気に全部引き抜いて、1つ目の玉編みですね。で、鎖を1、2、針に糸をかけて、同じところに針を入れて、1回、2回。で、一気に引き抜いて、2つ目の玉編み。で、鎖編みを1、2、2つ編んだら、また同じところに針を入れて、1回、2回。で、一気に引き抜いて、3つ目の玉編みですね。で、鎖を1、2。で、針に糸をかけて、また同じところに針を入れて、糸を持ってきて、2回持ってきたら、一気に引き抜いて、4つ目の玉編みですね。1つの目に全部入ってますね。そしたら鎖を1つ編んで、下の細編みを1、2、2つ飛ばした3つ目ですね。ここに針を入れて、細編み。で、鎖を1つ編んだら、下の細編みを1、2、2つ飛ばした3つ目ですね。ここにまたこの模様を編んでいきます。これをぐるっと一周編んでいきます。ではこんな感じでぐるっと編んできました。そしたら、ここに玉編みを4つ編んだところで、下を1、2飛ばして、ここに細編みを編んだら、鎖を1つ編んで、で、次は一番初めに玉編みを編んだところですね。ここに残りの玉編みを2つ編み入れていきます。針に糸をかけて、ここの穴ですね。
ここに、1、2、一つ目の玉編み。で、鎖を、1、2、また針に糸をかけて、同じところに針を入れて、1、2、で、玉編みですね。そしたら、ここのつなぎ目のところは、鎖を一つ編んだら、ここの上のところですね。ここに針を入れて、細編みを一つ編みます。こんな感じで1段目が終わります。では次はこのピンクのところの5段目を編んでいきます。今度はこんな感じで花びらの下半分を編んでいきます。まず立ち上がりの鎖編みを一つ編んだら、下のスペースに細編みを一つ編み入れます。そして鎖を1、2、3、3つ編んだら、この下のこの花びらの半分ですね。こっちが左半分2つと、こちらが右半分の2つですね。ここのてっぺんのところに針を入れて、中長編みの2つの同じ玉編みですね。1、2、3、4と下の花びらを編んでいきます。そしたら、また鎖を1、2、3、3つ編んで、下のこの花の真ん中のスペースですね。ここに細編みで留めておきます。で、また鎖を1、2、3、3つ編んだら、下のこの花の左半分と、こちらの花の右半分ですね。ここにまた玉編みを4つ編んで、下の花びらを作っていきます。こんな感じでずっと一周編んでいきます。では5段目を編んでいきます。立ち上がりの鎖編みを1つ編んだら、すぐ下のスペース、真ん中のスペースですね。ここに針を入れて、細編みを1つ。で、鎖編みを1、2、3目編みます。そしたら、ここのくぼんだところに花の下の部分を編んでいきます。こことここと、こことここですね。この4つの玉編みの頭の部分を拾って、同じように玉編みを編んでいきます。ここの玉編みの頭は、ここではなくて、この右斜め上の方にある、ここのところですね。この左ではなくて、右の方が頭ですね。ここに針を入れて、未完成の中長編み。また針に糸をかけて、同じところに針を入れて、二つ目の未完成の中長編みですね。ここで編まずに、また針に糸をかけて、次の中長編みの頭、ここではなくて、こちらの右の方ですね。ここの上のところに針を入れて、また糸を持ってきて、ここの一つ目の未完成の中長編み、針に糸をかけて、同じところに針を入れて、二つ目の未完成の中長編み。次はこことここですね。針に糸をかけて、ここの中長編みの玉編みの、ここですね。右の方の頭ですね。ここではなくて、右の方ですね。ここに1個目、2個目。また針に糸をかけて、次の玉編みの頭、ここですね。ここに1個、2個。こんな感じで未完成の玉編みが1、2、3、4、4つできましたね。そしたら次は針に糸をかけて、これを一気に引き抜いていきます。
針に糸をかけて、一気にゆっくり引いていきます。そしたら鎖を3つですね。1、2、3。ここが花の下の部分ですね。そしたら次の、ここですね。ここの真ん中のスペースですね。ここに針を入れて、細編みで留めておきます。そして鎖編みを1、2、3、3つ編んだら、また次のここのくぼんだところに花の下の部分を編んでいきます。針に糸をかけて、こことここですね、まず。玉編みの頭、右の方ですね。ここに1回、2回、針に糸をかけて、次の玉編みの頭ですね。ここに1回、2回、針に糸をかけて、次はこことここですね。この頭のところに1回、2回、次のところに1回、2回、未完成の玉編みが4つできた状態ですね。そしたら針に糸をかけて、これを一気に引き抜いていきます。そして鎖編みを3つ。1、2、3。そしたらここの真ん中のスペースですね。ここに玉編みで留めて、細編みですね。細編みで留めておきます。この繰り返しでぐるっと一周編んでいきます。では、ぐるっと一周編んできました。そしたら、この一番初めの細編みの頭に針を入れて引き抜きます。では次はこの水色のところの6段目を編んでいきます。ここからですね。鎖1で立ち上がったら足元の細編みに細編みを1つ編みます。そしたら今度はこの花の上半分ですね。ここを編んでいきます。鎖1つ編んだら、ここの穴のところに玉編みを、ここと一緒ですね。玉編みを1、2、3、4、4つ編んで、間に鎖を2つずつ入れて編んでいきます。で次の細編みのところに、また細編みを編んで、鎖を1つ入れてですね、編んだら、また次の花の上半分ですね。ここが下半分なので、上半分をまた編んでいきます。で、また細編みで留める感じですね。これをまた一周ぐるっと編んでいきます。では6段目ですね。立ち上がりの鎖編みを1つ編んだら、足元の細編みの頭に針を入れて、細編み、そして鎖を1つ編んだら、今度はここですね。ここが花の下半分なので、今からここに上半分を編んでいきます。針に糸をかけて、ここの穴ですね。この花びらの真ん中の穴のところに、玉編みですね。1、2、玉編みを編んだら、よいしょ。鎖を1、2、また針に糸をかけて、中心の穴ですね。ここに玉編みをまた編んでいきます。で、鎖を1、2、
また中心の穴に針を入れて、3つ目の玉編み、1、2、中心の穴に針を入れて、4つ目の玉編み、こんな感じですね。これで1つの花ができましたね。そしたら鎖を1つ編んで、ここの次の細編みですね。細編みの頭を拾って、で、細編み。で、鎖を1つ編んだら、また次のここの花のとこですね。ここにまた花びら、上半分の花びらを編んでいきます。で、鎖を1、2、また同じところに針を入れて、2つ目の玉編み、鎖を2つ。こんな感じでぐるっと一周編んでいきます。ではこんな感じでぐるっと編んできました。この最後の上の花びら4枚を編んだところまでですね。そしたら鎖を1つ編んで、一番初めの細編みの頭に針を入れて引き抜きます。では次はこのピンクのところの7段目ですね。編み始めのところに線を引いたので、ここが編み始めですね。この段はこのくぼんだところに花の下半分の4枚の花びらを編んでいきます。まずこことここで2枚の花びらを編んだら、下の段のここの真ん中のスペースに細編みで留めます。そしたら次はこの下の花の左半分の2枚と次の花の右半分の2枚ですね。ここに続けて4枚の花びらを編んでいきます。で、下の段の真ん中のスペースに細編みで留めます。この繰り返しでまたぐるっと一周編んでいきます。では7段目を編んでいきます。今ここの細編みの上のところに糸が出てるんですけども、この段はまずここのところですね。花びらから始まるので、ここのところにまで少しこのループを引き伸ばします。少し引き伸ばしたら、編み始めのこの玉編みの頭のところですね。ここに引き抜き編みをしておきます。ここから編んでいきます。少し鎖編み2つ分ぐらい伸ばして、ここから玉編みですね。1回、2回、針に糸をかけて、次の玉編みの頭ですね。ここに1回、2回、2枚分の花びらですね。最初は2枚ですね。それを一気に引き抜きます。そして鎖を1、2、3。そしたら次のここの下の4枚の真ん中のスペースですね。ここに針を入れて細編みで留めておきます。で、鎖を1、2、3、3つ編んだら、ここのくぼんだところに下の花びらですね。この4枚の左半分と次の花びらの右半分ですね。ここに続けて1、2、3、4と玉編みを編んでいきます。針に糸をかけて、まずここですね。この玉編みの頭に針を入れて
回、2回、針に糸をかけて続けて、次の玉編みの頭に針を入れて1回、2回、針に糸をかけて続けて、次のとこですね、玉編みの頭に1回、2回で、4枚目も続けて1回、2回、4枚分の花びらですね。で、針に糸をかけて一気に引き抜いて、鎖を1、2、3で、ここの真ん中のスペースに針を入れて細編みで留めておきます。で、鎖を1、2、3、3つ編んだら、また次のこのくぼんだところですね、ここにまたこの下の花4枚の左半分と次の花の右半分ですね、ここに続けて1、2、3、4と玉編みを編んでいきます。こんな感じで一周ぐるっと編んでいきます。では最後の方まで編んできました。あと最後ここに2枚花びらを編んで、初めに編んだ2枚とくっつけていきます。この玉編みの上のところに針を入れて、1、2、続けて次の玉編みの頭に針を入れて、2枚目の花びらですね。で、この状態で、ここの最初の花びらが入っている、ここのスペースですね。ここに針を入れて、で、一気に2枚を引き抜いていきます。よいしょ。で、鎖を1つ編んでおきます。では次は、水色のところの8段目を編んでいきます。今度は花の上半分の1、2、3、4、4枚の花びらを編んでいきます。最初のところは2枚で始まって、次からは4枚、4枚と編んでいきます。では8段目ですね。この初めのところは花が2つに分かれているので、こちらの左半分のこの2枚の入っているところのスペースですね。ここに針を入れて、ここで一度引き抜いておきます。で、ここから2枚編んでいきます。鎖編み2目分ほど少し伸ばして、で、玉編みですね。1回、2回。で、引き抜いて、鎖を1、2、針に糸をかけて、同じところに針を入れて、1回、2回。で、引き抜いて、2枚編んだら、鎖を1つ編んで、次の下の細編みの頭に針を入れて、で、細編み。鎖を1つ編んだら、次はここですね。ここのスペースに上半分の4枚の花びらを編んでいきます。ここに、1、2、引き抜いて、鎖を1、2、針に糸をかけて、同じところに針を入れて、1、2、
2枚目の花びらですね。で、鎖を1、2、同じところにまた玉編みを編んでいきます。これで3枚目。鎖を1、2、同じところに針を入れて、4枚目。こんな感じですね。ここに花ができましたね。そしたら鎖は1つですね。で、次の細編みの頭に針を入れて、細編みを1つ、鎖を1つ編んだら、また次のここのスペースですね。ここに針を入れて、また4つ玉編みを編んで、で、花を作っていきます。この繰り返しで編んでいきます。では、こんな感じで、ぐるっと一周編んできました。ここに最初に2つ玉編みがあるので、ここのスペースにあと2枚玉編みを編んで終わりですね。針に糸をかけて、ここのスペースですね。ここに1枚目の花びら、鎖を2つ編んだら、同じところに針を入れて、2枚目の花びらですね。そしたらここのくっつけ方なんですけども、ここですね。鎖を1つ編んだら、ここの玉編みの頭に細編みを1つ編んで終わります。ここの4段目のところと全く一緒ですね。まず鎖を1つ編んで、ここの玉編みのここの上のところですね。ここに針を入れて細編み。こんな感じで終わります。では、4段目から7段目を繰り返しながら編んでいきます。水色の偶数段の時は、花の上半分なので、玉編みを1つずつ編んで、で、間に鎖を2つずつ挟んで編んでいきます。ピンクの奇数段の時は、花の下半分ですね。ここですね。なので、玉編みを1つずつ、こんな風に編まずに、4つ続けて編んで、で、最後に一気に4つ引き抜く編み方ですね。こんな感じでしばらく何段か編んでいきます。では、13段目まで編んできました。この図で言うと、ここのピンクのところですね。5段目の花の下半分のところまでですね。ここまで編んできて、一番最初の細編みの頭に引き抜いたところまで編んできました。そうですね。ここの細編みの頭に引き抜いたところですね。ここまで編んでいます。では次14段目から細編みで何段か編んでいきます。立ち上がりの鎖編みを1つ編んだら、足元の細編みの頭に針を入れて、1つ目の細編み。ここの次の鎖編みのところは、このスペースに針を入れて、細編みを1、2、2つ編んだら、ここの花が入ってるところの、ここのスペースですね。ここに針を入れて、ここは1つ。次のこの鎖編みのスペースは、ここと同じように細編みを2つ編み入れていきます。で、次はここの細編みですね。ここは細編みの頭に針を入れて、細編み。
またここの鎖のスペースですね。ここは2つですね。1、2。で、花の中心のところに針を入れて、ここは1つ。また鎖のところなので、ここは1、2。で、細編みには細編み。こんな感じで、この鎖のところには2つ入れる感じですね。これで1周編んでいきます。では、細編みを3段ほど編んできたので、最後はチェーンつなぎでつないでいきます。最後まで編んだら、糸をカットして引き出します。そして、とじ針に通したら、一番初めではなくて、2つ目の細編みの頭ですね。ここに針を入れて、で、一番最後の細編みの頭に戻して、でここのところですね。前後と大きさが一緒になるように引っ張って、で、あとは裏の方で糸処理をしておきます。では持ち手を編んでいきます。糸端を少し長めに30センチぐらい残したところに最初の作り目を作って、ここから作り目の鎖編みを40目ほど編んでいきます。1、2、3、4、5。では40目編んできました。では今から楕円を編んでいきます。わかりやすいように一番最後の鎖編みのこの2本のところですね。この2本にマーカーを入れておきます。裏山が残った感じですね。では鎖編みを1つ編んで裏にして裏山を拾って細編みを編んでいきます。このマーカーのところですね。1個目、2個目の裏山。ここに針を入れて1つ目の細編み。次の裏山に針を入れて細編み。こんな感じで一つずつ細編みを端の方まで編んでいきます。では端の方まで編んできました。ここに鎖編みが一つ残っています。そしたら一番最後のこの裏山のところに細編みを3目編んでいきます。で、一つ編んだら、この頭のところにマーカーをつけておきます。次の段でこの目から増し目をしていきます。今一目ですね。1、2、3。そしたら次はここですね。今ここに編んだので、次はここからですね。ここからまた一つに一つずつ細編みを編んでいきます。この糸端は後で使うので、編みくるまずに細編みを編んでいきます。では、ぐるっと一周して、初めの方に戻ってきました。そしたら次が、マーカーのところが最後ですね。ちょっとマーカーを取って、このマーカーのところに、あと細編みを2つ編み入れます。ここに、1つ、
そしたら、ここの一つ目の方にまたマーカーをつけておきます。そしたら、一番初めのこの細編みの頭に針を入れて引き抜きます。ではもう一段編んでいきます。立ち上がりの鎖編みを一つ編んだら、すぐ足元のところですね。ここに細編みを2つ編んでいきます。1、2。で、次からは一つに一つずつ細編みをまた端の方まで、マーカーの手前のところまで編んでいきます。ではこんな感じでマーカーの手前のところまで細編みを編んできました。次はこのマーカーのところから1、2、3、3つ分に細編みを2つずつ編んでいきます。これを外して、端の3目ですね。ここに1つの目に1、2、次の細編みの頭に1、2、次の細編みの頭に1、2、そしたら次からはまた一つに一つずつ編んでいきます。では次のマーカーの手前のところまで編んできました。そしたら、このマーカーのところと次の細編みですね。この2つの細編みの頭にそれぞれ2つずつ細編みを編んでいきます。マーカーを外して、ここに1、2、次の細編みの頭に1、2、そしたら一番初めの細編みの頭、ここですね。ここに針を入れて引き抜きます。そしたら、ここも30センチぐらい残したところでカットして引き出しておきます。では今カットした糸をとじ針に通したら、この編み地を外表に向けて、この頭のところが外側に見える方ですね。外表にして、で、並縫いで閉じていこうと思います。ここがねじれないように、この細編みの頭2本を拾って、1個ずつですね。こんな感じで、頭の今度はこちらと向こうですね。頭の2本。こちらも頭の2本。こんな感じで、並縫いのように針を入れていきます。では、このぐらい縫ってきたら、この外側に少しカーブが出るように、この糸を少し引っ張ります。こんな感じですね。そしてまた
同じように縫っていきます。ではこんな感じで、外側にカーブが出るように何回か引っ張って持ち手の形にしてきました。では持ち手をつける位置を決めてマーカーをつけていきます。まずこのピンクのところの両端ですね。チェーンつなぎでつないだ目のここですね。ここが端になるので、まずここで一つ端のマーカーですね。で、反対側は、一周が84目なので、半分の42目、42目に分けたところに、こちらもマーカーをつけています。では片方の42目を3で割ると14目なので、14目ずつに分けて、で、ここにマーカーをつけています。向こう側も同じように14目のところでマーカーをつけています。ではこんな感じでマーカーのところに裏の方でしっかり縫い付けていこうと思います。では裏の方で持ち手を縫い付けてこんな感じで完成しました。余った糸は2玉目がこのぐらいです。よかったら編んでみてください。今回もご覧いただきましてありがとうございました。